カレーうどん、お好みカツ丼そばうどんです。全然また次回ご予約ください。はい、どうぞ。はい、すみません。弾力があって美味しかったです。素晴らしい味がして、とてもいい感じですよ。東そばランチ、お好みの天童ざるおうどんです。はい。顔を中心に映してくださいね。顔がメインだ。カレーうどんまで行きます。はい、カレーうどんもあります。回れ回れ回れ。さささささささ。大エビ天重でございます。おはようございます。そば粉は国産のもので、あとはブレンドをしてるんですけど、そば粉によって色味が違うので、そこは色味をこだわってるっていうのがあるので、お客さんが食べて美味しそうって、まず美味しそうっていう明るめの綺麗な色っていうか、そういうところを目指してますね。手打ちの方はちょっと値段も別にしていて、そこは本当にこだわったそば粉を取り寄せてやってますね。暑いとそば出ますね。ちょっと気温下がるとうどんとかになるんですけど、温度上がるともうざるそばだったりとか、そういったところがかなり出てくるので。
明治その創業時、神通川っていう川があって氾濫があったんですけど、大黒さんを作る鋳型が流れ着いたと言われていて、うちの店の前に。でそれって富山の空襲の時も焼け残って今もあるんですけど、それが元になって大黒屋っていう名前になったっていう風に聞いてます。もう結構高いですね。70代がメインですかね。60代から70代。東京で5年そばの修行させてもらって、そこで手打ちは全て教えていただきました。で嫌な予感したから呉羽の方戻って、おはようございます。半分だけで。ご飯スイッチ入って。
山崎さんやります。ああ、はいはい。卵焼き出していきます。で今の時間ランチタイムなのでお好みが100円お安いんです。いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。お願いします。ざるラーメン柔らかめでワンです。お願いします。冷やし純菜のそうめん大でワンです。それとおにぎり昆布小さいの作ってください。お願いします。はい。すいません。引き出し。はい。白いとっくりもらっていい？はい。ああ、ほんま。失礼します。すごいよ、大盛りになったらさ。すごい美味しいですよ。うどんかな。あとそうめん。よく来られますか？はい。一日おき。一日おきですか？すごいですね。ざるざるラーメン。ざるラーメン。はい、お願いします。冷たいやつ。冷たいそばではいかしこまりました。
今お伺いいたします。少々お待ちください。はい。はい、すみません。すいませんね、いろいろお待たせしました。冷やしそばランチです。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとう。お願いします。ウーバーでお好みの親子冷やしうどん1、おにぎり昆布2です。かけそばオールワンです。顔を中心に映してくださいね。顔がメインだよ。はい、親子丼のお手本。丼上がりました。そうです。そばいいですか。今こしいたけ一つ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。そば。冷たいやったかいわ。温かいの。ありがとうございます。あ、普通だったから。はいはいはい。今日特製の看板って出とる。ああ、そうですか。一番大事なやつや。はい、入麺どうぞ。お好みのご飯もらえますか。はい、どうもありがとうございます。お願いします。天ぷらそば、かけそばオールワンです。はい。はい。お待たせいたしました。お好みセットの親子というかけそばです。こちらが。あ、神戸ですか。一日終わりました。はい、どうぞ。お待たせしました。天ぷらそばです。はい、ごゆっくりどうぞ。そう美味しいです。タレが3種類あるもんだから、いろんな味でいただけます。そうです。はい。そう。
富山の YouTuber よ。冷やしそばランチ、お好みの天童ざるおるあんです。はい。全然また次回ご覧ください。ました。そばとおにぎりでございます。お待たせしました。そばランチを始めます。はい、冷たいおそばです。はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、お受けどうぞ。A の45ですね。繰り返す。どこですか。A の4号です。はい。 A の4号です。はい。これもです。そうです。違うんです。はい、こちら天丼ざるそばでございます。はい。あら、スイカついてるよ。お待たせしました。冷たいおそばのランチです。はい、ごゆっくりどうぞ。はい。見て見て。見て。おお、美味しそう。反対だったかな。まあいいや。A の45ですね。はい、天ぷらうどんです。はい、失礼します。まあ、カウンターから出たらどちらでも。はい。他に漬物。ごめんなさい。はい、お願いします。はい。はい、どうもありがとうございます。はい、お待たせしました。そばランチはどちらでしょうか。はい。冷たいのメインの駅のところになんか何も商業施設何もないんですよ。思いのお客様、はい、すみません。日替わりのお素材が美味しかったです。弾力があって美味しかったです。なんかあと2個。
料理いきます。雪割りそばなんです。塩の人変えられましたね。塩変えられたの。でこれだけ持っていきます。あそこ吹いたね。ざるそばです。お待たせいたしました。冷やしそばランチなんです。天丼。山菜そばお願いします。はい。すみません、ありがとうございます。750円です。お好み2で天丼玉丼そば2です。これは日替わりの冷たいので冷やしそばランチです。カウンターでお願いしますか。そうなんですか。一応テーブル空いてますね。カメラ変わったんですか。やっぱカメラがね、やっぱり結構厚みが取れるんですね。カメラはもう油に弱いです。4-3、はい、じゃあこの天丼は4だかな。今4だよ。ありがとうございます。山かけいきます。はい。山かけいきます。はい。お願いします。カレーうどん、お好みカツ丼そばうどんです。特選大。はい。はい、天丼。大丈夫です。
そう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 。はい、もう出ていいです。ざるも一枚、ミニざる出して大丈夫です。出てます。すいませんね。最初がそばがワン。よいしょ。お好みのそば3から、その後がカレーうどんとお好みのそばです。で離れてラーメンがお一人様。カレーうどんはできます。はいはい3出てます。はい。よいしょ。あおさん、そば3つ出していいがん。いいですよ、もう出てます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとご案内します。少々お待ちください。かしこまりました。ぜひまた召し上がってください。さっき持ってかんだやつぬるなってたから。はい。美味しいや。はい、ごゆっくりどうぞ。皆さんお水お持ちします。特盛りとおにぎりとシャケです。よく食べに来るんですけどね、ここのそばは他の店と違ってそばらしい味がしてとてもいい感じですよと僕は思っています。よく来るんですよ。大体牛肉そばって食べてるんで、今日は納豆そばにしました。こちらで、ランチしに来ます。美味しいです、本当に。コシがあるし、なんていうかシンプルなお蕎麦の味なので、とても食べやすいです。すいません。天ぷら盛りのお2つ。はい。よろしいですか。すみません。はい。これ台の方で。これ台の方で。はい。お待たせしました。特選盛り台でございます。
レンタカーだとった加えたりでもぐらいお願いします。はい、1万円の箱に。こんな感じですね。ありがとうございます。特盛りごめんなさい。もうあれやな。お願いします。お好みセットまで天丼そば。お好みの天丼2余りました。別にお待たせいたしました。カレー丼でございます。お待たせ。はい、50円ね。はい、大丈夫です。お待たせしました。大エビ天重でございます。やっぱり代を重ねるっていうのは非常に大切なことだし、やっぱり難しいことなんです。でも将来こうやってを継ぐにあたって、そういう覚悟を、修行という形で、東京で5年間修行してきて、で一昨年戻ってきまして、でまだまだ未熟ですけれども、やはり東京で得た知識を生かしながら大黒屋の、130年の歴史にプラスになることを加えててほしいなという期待は持ってます。これだけ続くっていうのは非常に難しい時代になってます。商売やり始めるのは簡単なことですけども、続けるのっていうのはいかに難しいかっていうことをやっぱり多分皆さんお分かりいただけるかなと思います。それを5代目に託しながら代を継いでってほしいなというふうに思っております。僕らは東京から来ました。長野。埼玉です。埼玉です。東京です。じゃあ。せい。そば湯。
大体40分ぐらい大体炊いて、でその後にザラメですよね。これをこう入れていくっていう感じの作業ですね。土日だと200から250人ぐらいは来るんじゃないかな。特に人気のメニューってなってくると、やっぱりうちらはソースカツ丼とおろしそばでから焼きそば寿司、そんなセットが多いですよね。
げます。はい。60ちょっとなんで、今日150くらい。製粉屋さんとお蕎麦屋さんがちゃんとタッグ組んで、石伏せ引きましょうっていう協定結んでるんですよ。なんで多分福井県のどこのお蕎麦屋さん行っても県内のお蕎麦粉屋さんから取ってたりとか自分で引いてるところはすごく美味しくて外れがないと思います。全てこうデータ化して、缶ではやらないようにしてます。それでも狂いますね。カツオとかも全部自然のものじゃないですか。なんで脂が乗ってるカツオもあれば脂が乗ってないカツオもあったりとか、やっぱ全部毎日毎日違うので、なんで必ずチェックは出しちゃう。はい、OK です。あ、はい。こういうふうにストックしておくの。そうですね。キレを生パン粉です。週
月土日やとやっぱり200枚以上はつけてるかな。そんだけつけるとなるともう1人ではもう大変やで、2人がかりでつけてます。生パン粉の方がふわっとしてるかな。柔らかいっていうか刺さらないっていうかな。はい、OK です。天おろしの麺盛りで。エビ天おろしの麺大盛り。はい。はい。はい、見よろう。
丼2つお待たせ。はい。はい、カレーいきます。もう一回これにドボンとつけるんですって。おろしそば。はい、どうぞ。はい、よろしいですか。はい。かけのそばラーメン作ります。はい。ミニ天丼セットのおろしですね。越前おろしそばはいを一つください。はい。はい。はい、都合2つ。はいよー。ざるそば。はい。ハモスエラ2つ上がったよ。じゃあじゃあ吸ってる感で写真だからね。長野。埼玉です。埼玉です。東京です。美味しいです。香りすごくて美味しかったです。初めて食べましたこのおろしの。ね。大盛りおろしですか。はい。はい、お待たせいたしました。ろくな会話出てこない。めちゃめちゃひどいぞ、俺の会話。ひどいよ。僕らは東京から来ました。やっぱりせっかく来たからにやっぱ美味しいもの食べたいなってことで、そばも美味しいですし、
あとサバ寿司の方もあんまり普段食べたことなかったので意外とそばと合うなと思ってすごい美味しかったです。福井県来るのが、初めてだったんですけど、なんか福井県もともとそばが有名って聞いてたので、なんかそば食べたいなと思って今日来たんですけど、なんか福井県で有名なサバとこのそば食べれてすごい嬉しかったです。今カツ丼セットが13来ました。ここから上行くんで。はい。せい。まずミニカツおいちです。はい。はい。福井の名物のおろしそばなんかも食べられてると思うんですけど、ソースカツ丼とかお味とかいかがですか？辛めで甘めで美味しいですよ。お肉のパン粉を冷蔵庫に入れるのと、冷蔵庫の中のおそば2枚一緒に入れて。はい、天丼。ごめんね。ミニ天はざるや。Sunset roll. はい、とろろおろし大盛り。はい、仕入れやらせてください。あ、これか。じゃあ。やりますわ。薬味。はい、大盛りです。これかもしれない。はい、お箸。はい。はい。はい、次私。ここやの人。そば湯。はい、これはどこですか。4番ですかね。はい、とろろおろし。はい。サバ単品1つ、サバセット2つ、ざるそば大盛り、ミニカツ、カレーうどんの単品カツカレーセットです。ないよ。ないって。残念。ミニカツ
カレーうどんも OK ね。はい、OK です。はい、カツカレー。はい、定食うまい。はい、カツカレー。定食のご飯。はい、カレーうどん。はい、OK です。はい、卵カツ丼。はい、OK。そんなしてたらさ、あっちも。はい、お願いします。網焼き。いらっしゃいませ。
発泡酒みたいな。はい、サバカツ一丁。野菜とか何も。今取りに行ってる。ここは油差しやってる自転車とか。ああいう。店長、吹きこぼれて買ってます。これよりじゃ昨日まで。はーい。ほら、さっきと全然違う。帰ります。はーい。ありがとうの。餌作ってまたでな、おいしいまた。違う違う。硬いやつやな、結構。この機械もう70年使ってます。先々代からの機械で。楽しいよ。なんかすごいチャレンジで、なんかいいな。
はい。関西のご指定方じゃない。関西チキン鍋焼きうどんおにぎり。3名様です。はい、トーク上がり。お待たせ。はい。はい、どうぞ。失礼します。では、お待たせです。晩餐行きます。大体中の仕事はこれぐらいで。中華、これは中華の麺なんですよね。こんなもんだな。うん。ちょうどいいぐらいだ。
お名前をお聞きしてもいいですか？リチャードです。リチャードさん。私をずっと手伝いたい言うてで、もし何かやった時に力仕事やってくれると。今からアロマキャンドル作っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ先週山でしたんですよ。
あ、来た。はい。特盛りそば。特盛りそばで。6番さん、特盛りそばです。はい。はい、いらっしゃいませ。親子丼、鍋焼きうどんです。はい。2番サイズのご指定の方です。これは鍋と2番サンデーです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、2番さん。いらっしゃいませ。鍋焼きうどん、おにぎり、生つゆです。ほんで、この大豆の方、上に敷くためで。はい、いらっしゃい。当番さん、3名様です。はい、トークンあり。何番？6番。いらっしゃいませ。お客様です。カウンター2名様、鴨せいろく寿司2つ。はい、Thank you。こっちあります。うん。はい、上がってます。はい、お待たせしました。代金。持ってくるから。マンサー1番。失礼します。では、お待たせです。では、出来横です。よしかかればいいんです。よいしょ。そばにかかってなくて。品そば2つと。僕は大輝。大輝。
ばいった。よいしょ。大体品そば。僕は大輝の濃いやつね。この人ら、美味しい。スープが美味しいと。天丼の方は。はい。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、できではい、2番さんいきます。はい、お待たせいたしました。大吉おにぎりです。はい、どうぞ。セラクスシ当番さん3、4番失礼しますはいはい、鶏とろ仕上げて置いときます。はい。鶏です。はい、とろろ一人前ください。はい。はい、顔せろ。かけそば吹き天大輝が2つとご飯も2つで。はい。
はい、かけ。いらっしゃいませ。はい。大体奥から行きますね。今もう一つ来ます。はい、来て。天ぷらです。ここ買ったような気がしたからね。なあ、天ぷらどこですかね。いいよ。あと当番です。はい。鴨2つ、かきと。12番さん、メガ盛りそば、トッピング鴨汁と天盛りです。はいよ。以上です。生本3枚。3枚ね。5人前だから、まあ、1人で食べる人もおられるけど、大体シェアしてるな。鶏なんだいおにぎり。はーい。これ。わさびの2つ。ちょっとお願いできますか。これ出してください。2番さん、これはうまいです。ありがとうございます。はい、手盛りとメガネ。12番。お待たせ。はい、どうぞ。ありがとうございます。
はい。歯ごたえあってめちゃくちゃ美味しいですね。お願いします。毎日粉から引いてるってことですね。そうですね。こんな感じで殻剥いた丸抜きになります。これ。お願いします。ちょうど20年になりますね。お店継いで2代目で戻ってきて、これつくねりってこれまとめて取るんですけども、はい、
メニューは天ぷらが一番人気ですね。天ぷらとお蕎麦のセットを頼まれるお客さんはそうですね。天ぷらか鴨、つけ鴨あるんですけど、それ頼まれるお客さんもまあまあいますからね。母親の実家が向かいにあって、でその向かい側に家を建てて、最初は普通に自宅だったんですけど、先代がちょっとここで蕎麦屋やったらどうやっていう話からまあお蕎麦屋を始めたんですけど。うちつなぎ一切使ってないんで、こういう紙に一個一個包んでバットに入れるって形です。風当たると風邪ひいちゃうんで。創業当時から自分そばでやってます。修行先は二八だったんです。今日なんかは50人前で、でも門とかやったら70とか。あとはヤングコーンとか。夕方だったでしょ。夕方の健康なんですよ。あ、健康なんや。なんで、みたいなこう。そう。
17から今日は、いつも使っていただいている器を修理したものを持ってきました。これはもうそばっていう一つのテーマですね。淡い色の香り高いそば、それに合うような器を、はい、作ってます。これは天ぷらの天丼です。はい、ここに豪華に盛って素敵になるように作りました。はい、一個一個違うんですけども、それも楽しんでいただければと思ってます。月の皿っていう。そうっすよね。うん。これサバで、ソーダと本ガツオが入ってますで、メジカ、これも本ガツオです。そばにいるとこんだけなることないから。で結構来てそば湯飲んだ時はこれがそば湯かな。それは本当この売りやけん、リヤカーの売りやけん。
つけとろろに合わせたり。常連さんは結構太打ち好まれて頼みますね。そば好きな人は太打ちに頼むかな。玄明さん電話したら、はい。これあんまり広ない。これちょっとずらい。やってるんですけど、置いてありますか。手作りっぽい。玉出しの感じ。ああ、ほんなんや。すぐ分かる。つけとろ天盛りとつけとろが2つですね。一つは太麺でね。お待たせいたしました。トトトの太打ちこちらで。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。わあ、素敵。太盛りでございます。
きます。天盛りそば先に。天ぷらお中でどうぞ。はい。おすすめ、天ぷらがおすすめなんで、揚げたてで美味しいとか。はい、ほな天盛り3つ。いただきます。まだ8番。はい。はい。はい。8番。はい。行っていって。お待たせいたしました。天盛りそば。奥からすみません。後ろからごめんなさい。はい。はい。お待たせしました。美味しそうやな。はい、どうぞ。あ、牛魚にか。こんな大きいのね。天ぷらすごい美味しいと思う。
しました。いつもおそばです。どうぞ。ありがとう。かぼちゃさんでした。天丼ってどんな感じですか、お味とか。中身の味がすごく、そのまま出てっていい感じです。キノコがいっぱい乗っとって、うまい。キノコ。でかい。お願いします。はい、何番ですか。3番お願いします。3番。難しい。入れますね。こうしていきます。よいしょ。半分ぐらいやろ。ここから離れられないんで忙しい。ありがとうございます。こんなことしとる言わない。はい。大盛り。ありがとう。ごめんね、ちょっと。また戻った。うん、また。これ、あ、まだ置いときます。うん、どうぞ。はい、アイス。オッケーです。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。まあいいよ。いつも通り。うち結構若い子来るんで、そういう絵も結構欲しい。盛りやすい。はい。何番？歯ごたえあってめちゃくちゃ美味しいですね。風味もいいですね、そばの。おろしが2つ。
天ぷら盛り合わせ。天盛りそば注文しました。天ぷら美味しかったです。はい。天素いきます。天素何番？2番。はい。2番、はい、9番。うわ。いける？はい。おろしのつゆ出して。はい。6番。美味しい。美味しい。走り。三つ葉お願いします。盛ります。しました。天盛りそばになります。
置いておきます。こちらのコップでお飲みください。お水になります。失礼します。下のそのサラでいいです。全然やる。ダメ。熱湯そばになります。おつゆをかけてました。かぼちゃプリンです。黒蜜お好みでどうぞ。はい。豚10頭分の内臓。この煮込みうどんに関したら40年以上塩屋の時代からずっとやってるんで、もつ煮るそのノウハウも塩屋から習ってきた感じです。
これでね70。はい、やっぱり私的には出たてでちょっと時間経ったやつが一番美味しいかなとかって思うんだけど。量は感覚なん感覚ですね。初めの頃は一個一個測りながら入れてましたよ。あら、ご飯炊けた。すいません。お店の一番人気って何ですか？一番出るメニューはですね、もつ煮込みうどんですね、やっぱり。で、もつ苦手な方は牛すじ煮込みうどんとか。で、あっさり系好きな人はエビ天ぷら煮込みうどんですね。丼もんもあ、一応ね、セットでミニ丼っていうやつやってまして、ミニ天丼と、あとミニソースカツ丼。人それぞれ好みでね。あら、もう一パックいるな、でかいエビなら。
1名様カウンターです。はい、いらっしゃいませ。はい、もつ天丼です。5つ。1つです。はい、いらっしゃいませ。で、ゆいちゃん水出したらカレー煮込み出る。はい、12番さんカレー。すみません。煮込みです。4つね。で、その次に天ぷら煮込みとミニ天丼入ってるよ。はい。はい、もつ天丼7番。はい。はい。上がったら言って。最後のところ。最後のとこ行った。最初のとこ。はい。どこでも下げてある。うん、もっといい。はい、ピリ辛もつ。煮込みのピリ辛になります。はい、すいません。力煮込みでお待ちのお客様。失礼いたします。お鍋の方大変お熱くなっておりますのでお気をつけください。鍋熱いのでお気をつけください。以上でよろしかったでしょうか。はい。失礼します。あ、2名で1個ずつ。チキンテか。はい。一番入れた。カウンターです。はい、チキンテチキン天につける。はい。すみません、チキン南蛮定食のご飯多めですね。はい、すみません。以上でお揃いですか。はい。失礼します。ありがとうございます。でも普通の携帯でテザリングでできるですよ。こちら取ります。よく来られるんですか。自分は先週も来ました。おすすめメニューってありますか。チキン南蛮。チキン南蛮ですね。はい。ご飯も大盛りで量あって。もううどんも美味しいよね。ついてたいつも付け合わせのうどんがとついてくるんです。あれも結構美味しい。
一番さん出とる。終わり。セット筋代のこれいってしまって。この22番さんにいっちゃおうか。チーズ変なところに書いてあるからわからないんで。部屋のところに書いてある。あ、そこ5だ。はい、いらっしゃいませ。それね、チーズカレーと一緒か。セット持ってんの。濃厚で終わりか。あ、一人やね。そう、1人。はい、出る。5番さん、濃厚終わり。これ2点抜いてくれない？1番さんで水出して。生。7。はい、取ります。はい。のことで2名様チーズカレーです。はい。もう来てるのないやつか。これの何度？通ります。はい。いいです。もつかつ。友達、一番さんチキンティーカレー。4つ。ここに。はい、終わりね。鶏天、ミニ鶏天丼。なおミニ丼ご飯。はい。これ部屋。はい、いらっしゃいませ。牡蠣のソース。はい、牛すじとってね。で終わりじゃない。はい、いらっしゃいませ。はい、どっちも持つ。終わり。で、なおうどん天丼。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆいちゃん、いいうどん天丼。はい、すいません、失礼します。細麺のうどんの鶏天丼のせたものです。はい、失礼します。
れざるうどんね。 100円ついてるんか。はい。これのり。そうそうそう、生卵。何？はい、ざるうどん天丼。失礼します。ざるうどん天丼。以上でよろしかったでしょうか。はい。伝票失礼します。初めてでしたよ。あ、そうなんですね。とても美味しいですよ。だし優しい。うん、優しい味だったと思います。普通のもつ煮がお一つってことですよね。あったかいやつ。外に冷凍の煮込みうどん売ってるんですけど、冷凍じゃなくて生の方がいいっていう人やっぱおられて、生の方が賞味期限短くて当日食べていただきたいんですけど、それでもよろしいっていう方は容器に入れて、つゆ入れて、鍋に入れて、このように食べてくださいって感じです。9時半ぐらいに取りに来るって言って、もつ3つとトッピングもつなんだからもつの袋1個でお願いします。生で。はい。向こうも煮込み。するんです。大もつです。出します。鍋の方は熱いのでお気をつけください。お好みで山椒かけてお食べください。伝票失礼いたします。ありがとうございます。かけるよ。で、カレーにライス中。出るのはい、絞ります。タイトル3名入れて。天ぷらうどんね。お願いします。はい、鶏天。これ筋天丼。何番ですか。カツあげるか。一番入っとる。これ何カツ。じゃあ私前に行くから。
チーズカレーです。あ、そちらのメニュー表回収いたしましょう。もつです。ありがとうございます。意気込み聞かせてもらえますか。もう一軒金沢にお店を出すんですけど、息子とか力添えのおかげでできてるんで、みんな仲良くこの先も、煮込みうどんを売りながら頑張っていきたいなと思っています。金沢は、場所どこら辺になるんですか。金沢は畝田西といいまして、アルビスがあらして、その一角に店舗があるようなんです。金沢のその不動産屋さん話してたら、その畝田の店が開いてますよって言われたもんで、見に行ったら、あ、自分の直感で、あ、ここだって思って決めたわけです。基本ここみたいにたくさんのメニューはやらなくて、煮込みうどんを中心にやってって、金沢の人にうちの味がこうなんだって、氷見うどんはこうなんだって広げて、その後余裕ができてきた頃から少しずつ手をかけていろいろやってみたいなと思ってるんですよ。で最初のイケイケは良かったんだけど、だんだんいや本当に大丈夫だろうか、でもオープン近づいてきたらなんかね、そういう夢ばっかり出てきますありがとうございました。これからどういうお店にしたいとかありますか。父が守ってきてくれた味を絶やさず美味しいままで店続けたいと思います。